いや、すごい、おめでとう。ありがとうございます。この国際関西人と、拡大イベントに見せかけて閉店待ったなしの桜さん、クラシックを2人でとかいろいろ言われてますけど、クラシックを干すと頑張りましょう。我々はローランドに干された。今年2月、ローランドグループ最高幹部会議、会長ローランドと共にグループを統括していたナンバー2黒崎店長はたびたび経営方針で衝突。会長的にはぶっちゃけどうしたいですか？要は俺を外してやりたいのか、もうそこちょっと本音で聞きたいんですよね。ローランドグループは年々事業を拡大し急激に成長。それに伴い実は2人の溝も深くなっていった。挙句の果てにちょっとね座組を変えようというところで、まず黒崎さんを、シック専任のシックの店長として、もう単体の、スタッフということに、なります。なんで、シックに移動という形になります。なんとグループ統括というポジションから1店舗のみの管轄に。外されたんじゃないですか。シック一任っていう言い方は俺はできないです。普通に世間一般的な感覚で見たら交代ですよね。だってローランドの事業はホスト事業だけではない。だからローランドの不在を黒崎店長は必死に守り続けた。それがまさかの降格処分。そんな中開催されたローランドグループ全店舗の売上バトルイベント。第1部営業はなんと誰も予想していなかった大阪店が頂点に。俺が大阪やな。そんな中ついに黒崎チルドレンが黒崎店長の名誉回復にその力を見せつける。しかし全く予想だにしなかった出来事が。さんは何があったんですか？何があったの？来てないです。勝利に絶対必要なあの男が現れない。ザ・ローランドショー開幕。ローランドグループは以下の3店舗で構成されている。6億円を売り上げホスト界50年間の歴史を塗り替えた有志が統括するのはザ・クラブとその大阪店、そして鬼軍曹黒崎店長が管轄するザ・シック。会長ローランドはザ・シックを黒崎店長に一任した後、どの店舗にも距離を置くようになり出勤回数が激減。その結果、特にザ・シック所属ホスト黒崎チルドレンとの間に溝が生まれていた。黒崎さんはすごい一人一人向き合ってやってくださってるんで、思ったことはないです。もっと来てほしいとか。お客様ご来店です。いらっしゃいませ。やっぱ大阪すごいわと思ったわ。やっぱあれが大阪だよね。ザ・バトル、現在暫定1位は大阪店。3店舗の末っ子で店も一番小さいがノリだけは最強。第1部の営業では東京勢を圧倒した。ただそんなノリを東京勢は冷ややかに見ていた。
幹部は基本的に2部に集めるんですけど、今までバトル3回目じゃないですか今日って。多分今までのバトルの中で一番成績はいいかなと思ってるんで。そう、ザ・シックには月4桁プレイヤーが10名以上も在籍。仕切るのは数字の鬼軍曹だから、月の平均売上もダントツトップ。ただ今宵蓋を開けてみると、シャンゴザクラブ勢独占ですよ、サンさん。1発目が本店、2発目大阪、ラスト大阪。シックやばいんちゃうの？いるシック。実はザ・シックはほとんど一部営業に参加すらしておらず、全員野球の大阪店とは対照的が、もちろんこれはゲームだ。狡猾に仕組まれたからくりが第2部で明らかに。さあバトル、一発目、ありがとうございます。第2部一発目のシャンパンはザ・シックの古株看板ホストの一人、道明寺司。150万円のボトルで軽いジャブを入れた。ザ・シックの制御不能な反撃が始まった。これだけでは終わらない。ザ・シックにはあのラスボスがいる。ちょっともうザ・バトルちょっと楽しみにしておいてほしいですね。あ、そうなんだ。そうですね。自分の中ではもうザ・バトルでユイチさんの記録が抜くっていう通過点なんで。黒崎チルドレンが束になって襲いかかる。俺たちの存在を軽く見ることは絶対に許さない。その矛先は、そう、会長ローランドに向けられていた。そんな中、一人深刻な顔をしている売れっ子、ザクラブ看板の一人龍一。一部営業は大阪店の勝利、二部営業はシック勢の反撃。気がつけば本店である俺たちの存在が薄すぎる。元ホームレスから月2100万円を稼ぐ一流ホストにまで這い上がった龍一だが、これはあくまで店舗対抗の団体戦。椿さんは椿さんは今回自体ですね、まあ厳しかったんじゃないですか。椿君はナンバーワンしか似合わないので、本当にキラキラしてる姿を隣で見せてほしいです。昨年4億円を売り上げた本店の絶対的エースがあろうことか勝負の日に欠席。ローランドが最初に立ち上げたザクラブ本店だから、このままではローランドの顔を潰すことになる。どの店もローランドのものとはいえ、3店舗はそれぞれのプライドをかけてラストスパートをかける。今165から手元になるの。あ、これ俺が別にこれ記入してもいいんだね。ソーダさんのがいいです。OK、ちょっと待って。別にさ、カルロスさんとかつけていいよね。予算が160合わせいくら持ってきて。220。オッケーオッケー。先にお会計をもらっていいって。昨日カードの40は OK。これ350に合わせていい？ありがとう。なんかあればね、ここに。マジでありがとう。第2部シャンパンコールを浴びる高額トップ3は果たして。高額オーダー3番目はザ・シックトップホストの一人桜木由美と
自分は黒崎派閥でよかったなっていうのがありますね。アイドルを辞め決死の覚悟でローランドの元に入るも、コロナ騒動でローランドとの接点はたったの数日。その後はめっちゃプレッシャーに感じてると思うんですね、多分。だからそこに気づけてなかったんですよ。何がいけないって何が足んないってお前の配慮が足んないだけで、その一言で終わり。お前が何もあの子の気持ちを分かってないだけで終わりなんだよ、厳しいこと言っちゃうと。わかりました。黒崎店長にスパルタで育てられ、今では一月に2800万円も稼ぐ一流ホストに。今日ね、この門国際関西人と、拡大イベントに見せかけて閉店待ったなしの桜井さん、いい勝負できてね、本当に良かったなと思います。雑誌っ子2人でとかいろいろ言われてますけど、俺らが大事にしなきゃいけないのは当該に特に女性なんだなっていうのを、ある意味見せられてるのかなって思います。もうこのままシャンパンコールをかっさらうのはシックなのかと思ったその時、悪く言えば眼中にもなかったあの男が。なんと次に続いたのはホスト歴たったの4ヶ月、大阪店ノア。鹿児島県から参りました岩本礼二と申します。で今仕事は何してんの？工場勤務やっちゃいますか。そうですね、やるからには伝説に残るホストになりたいです。はい、作ろうぜ。はい。細身で低身長、オーディションに合格するも売りポイントが見つからず、ただひたすらサポート役に徹していた男が、なんと売れっ子先輩だらけのローランドグループで2番目に高いボトルを下ろしたのだ。えりすぐりの今日3期生初の1000万達成しました。いやすごい、おめでとう。大阪店最高。これからもナンバーワン店舗でいきましょう。よいしょ。残るは1枠。今晩の最高額ボトルはやはり10億円プレイヤーの呼び声高いあのセルティアなのか。その結果は1回のオーダーで桁違い、束になってかかってこいとばかりに格の違いを見せつけたのはローランドグループ統括代表ユウシ。ほんの数時間前、完全アウェーの歌舞伎町に大阪から殴り込んだ男たち。彼らを一から育ててきたユウシ。証明されたのは彼を超える者はここにはいないということ。あの男を除いて10億目指そうかなと。冗談じゃないよ。ユウシさんの記録が抜くっていう通過点なんで。唯一の敵は最後まで現れなかった。実はシック勢はうすうす気づいていた。うちの絶対的ナンバーワンはもう来ない。セルティアさんマジで休みらしい。シックだいぶやばいと。だいぶやばいと。セルティアがいる、もう勝つのは当たり前で、彼も来ないって言ってるから。ぶっちゃけて口だけっすよね。今日来ないの。こういう会長がなんか開いたイベントに対して顔出すのって俺は筋だと思うんですよ。嘆いても後の祭り。黒崎チルドレンは結局のところ今日も干された黒崎店長に花を持たすことなどできなかった。次回 BGM ちょっと落としてもらっていいですか。これまで立場を慎重にしていた
ローランドグループの統括代表有志が全員に頭を下げる。もう世間では、もうやばいんじゃないのあそこはって言われてるんですけど、俺ら同じくローランドグループのホストなんで、全員で同じ方向を向いて走れたらなって、俺はそれが今の一番の願いなんで。店舗同士の不審の連鎖。黒崎店長の汚名も払拭しようとするが、この後ローランドが全てを台無しに。総合優勝に輝いたのはローランドが結果発表で引き起こすある失態が最後の糸を切ってしまう結果に。気づいてた。気づきました。こうなっちゃうんですよ。だからやっぱ干されてるんだね。これはシックのキャスター多分全員思ってます。あれはわざとだよって。